皆さんこんにちは、シュアタベです。今日はシュアタベチャンネルの大解剖の日ということで、普段私がどんな撮影機材でどういう撮影をしているのか、またどういった編集をしてYouTube が出来上がっているのか、皆さんに紹介をしていけたらなと思っています。今から元ブログを始めたいなという方だったり、 YouTube 気になっている方の参考に少しでもなれば嬉しいなと思っています。それでは最後まで見ていってください。まずはじめに紹介するのはメインのカメラです。私たちの YouTube でメインで使ってるカメラがこちらです。ソニーの α7C2 になります。このカメラどういった時に使ってるかっていうと、風景を撮ったりだとか、あとバイクを撮ったり、あとは写真でもよく使ってます。で、どうしてこのカメラを選んだのかっていうと、なんといってもフルサイズのカメラですごいコンパクトだったっていうことと、あと写真もやっぱり捨てられないので、その Vlog カムとしてすごいコンパクトで有名な ZV-1 でしたっけ、 Z シリーズももちろんいいんですけど、それよりも写真ももう少し画素数が多く撮れるっていうこちらを選びました。で、あとは手ぶれがすごい少ないんですね。普段多分 YouTube だったら歩きながら撮影したりとか、もう手持ちでこうやって撮影することがすごく増えるんですけど、そういった時にも極力手ぶれが補正されるカメラっていうのを選びました。で、レンズはタムロンの2040を選んでます。で、これも、バイクに乗ってる間に撮影するってなったら、単焦点よりも、こうやって焦点距離変えれるやつの方が、便利かなっていうのとか、あと付け替えたり、写真の時にこっち、動画の時にこっちって言ってレンズを付け替えたりするのも手間だし、それを持ち歩くっていうのもすごい手間だったので、ズームレンズを今は選んで使用しています。で、あとこれが K&F っていうところの ND フィルターです。これは可変式のやつです。明るくなったり暗くなったりします。ちょっと映画風な設定で私たち撮ってるんですけど、外だったら日光の光が強かったりしたら明るすぎたりしてしまうので、こういったフィルターを使って撮影をしています。続いて私たちがツーリングの時とかに普段よく使っているアクションカムの紹介をしたいと思います。じゃん。私今まで歴代でこの4つぐらいのアクションカムっていうのを使用してきました。で、この中でじゃん、今回はこのインスタ360の ACE Pro 2と X5 を紹介をしたいなと思っています。で、これは私が今持ってるカメラの中で一番最新で一番画質も綺麗なんですね。どういう風に使い分けて、どういったバイクの映像になって、どういうマウントがあってどう音声を入れてるのかっていうのを、本当に今から元ブログを始めたい方に向けてご紹介をしていきたいなと思っています。じゃあまずこの ACE Pro 2でどういった映像が撮れるのかというと、こういった感じで一人称視点の映像を撮ることができます。この映像どうやって撮影しているのかというと、こういったネックマウントを私は使用しています。こうやって外れるので首につけて、このカメラをここにつけて撮影をしています。で、私は今このネックマウントを使用してはいるんですけど、これ私のヘルメットなんですけど、少し前まではここに顎マウントをつけて、こういった感じで映像を撮影することもしてました。
でこれを最近やめた理由はちょっとやっぱり肩こりがひどくなっちゃって、もうカメラがある分その分顎がめちゃくちゃ重たくてだんだんこう下がっていくんですね、ヘルメットが。それを上げようとする首の力がずっとかかってて、そこに負荷がかかって首がもう痛くて耐えられなくなっちゃったので、せめてネックマウントだったらまだやっぱりマシなので、最近はネックマウントを選んでいます。顎マウントのメリットとしてはやっぱり顔を動かすごとに映像が変わるので、より臨場感のある映像をお届けできるっていうのがあるんですけど、それよりもちょっと体の健康を選んじゃいました。であとこのエースプロなんですけど、他の使用用途としては私たちはよくこういったのを使ってます。これじゃん。これ何かというとリストバンドになってるんですね。こういってこんな感じで、ここにホックがついてるんですけど、そこにこれをつけて横から走行動画を撮影したりをしています。あとは車載映像って言って、私たちだったら車に乗ってる時にフロントガラスに吸盤でマウントをつけてて、そこから外の車からの映像だったり、車の内部の私たちの喋ってる映像だったりっていうのをこういったアクションカムで撮影をしています。また ACE Pro 2や X5 ではフェアビデオモードというものが搭載され、暗い環境でも鮮明で鮮やかな映像を撮影することができます。じゃん。続いてこのインスタ360の X5、 私なりの使い方をご紹介したいと思います。このカメラの最大の強みとしてはレンズが裏表についてて、撮影したら360度映像を記録することができるところが最大のポイントです。なので私は普段バイクのハンドルの前からマウントをつけて、バイクの外の映像とバイクに乗ってる私の映像っていうのを撮影しています。モトブログの、デメリットとしては走りながら画角を簡単に変えられないじゃないですか。両手塞がっててスピード出てて危ないんですけど、それを解決してくれるのがこのカメラで、360度撮影をしているので、後で編集をする時に好きなタイミングで好きな画角に変更することができるんですね。例えばこうバイクに乗っていて左に何か動物が出てきたってなったら、後でその動物を追っていくような映像を編集することができちゃいます。それとあともう一つのすごいメリットとしては、第三者目線の映像が撮れるというところです。こういった見えない自撮り棒を使って撮影します。こんな棒で、この棒の先にカメラをつけてバイクのハンドルだったりバイクの後ろから映像を撮影すると、この自撮り棒があら不思議見えない映像が撮影できるんですね。なのですごい遠くの後ろの方から私の背中を撮影したりとか、あと真正面からの映像を撮影したりすることができるので、インスタグラムのショート動画だったりだとか、あと YouTube の中でもちょっと面白い画角で撮影することもできるので、視聴者にも飽きられないような編集っていうのが可能になります。じゃあ今からは映像に付随される音声の録音の仕方についてご紹介をしたいと思います。じゃん。これが最近買ったソニーのショットガンマイクロフォン。まだ実は使ってないのでレビューは何もできないんですけど、これは一眼レフ用に購入しました。このカメラの頭につけてこういったマイクをガシャンとつけて、普段いろんなところに行った時の映像をさらに綺麗に撮影をするというマイクになります。でこのカメラだけでも音声は取れるんですけど、さらに綺麗な音を求める方にはこういったマイクが必要になってくるかなと思います。次に
このマイク、これは、ピンマイクになります。実は今私が使っているのもピンマイクです。こういった商品紹介の映像だったりとか、あとは誰かにインタビューをしたりっていうような映像になると音声をメインで撮影することになるので、例えばこれだったら今ちょっと私が使ってるんですけど、マイクが2個入ってます。でこれをもう一人の人につけて、私ともう一人の会話っていうのをピンマイクで拾って、そのまま携帯だったりカメラに音声を収録することができます。どうやった？吹き上げ。またこのように車内で会話を撮影するときは騒音が入ってしまうのでピンマイクを使っています。ちなみにこういう場合はピンマイクは車のドアにつけています。で、私ここが元ブログのちょっと難関、どういう仕組みなのっていうのが最初私も始める時に全然わからなかったところがあったんですけど、バイクを乗ってる時に会話をどう収録してるんだろうっていうのがすごい仕組みが私最初わからなくて、でその紹介をしたいと思います。まず簡単に説明をすると、めっちゃ正直アナログです。インカムでまず会話はするんですけど、インカムで私が喋ってる声のマイクと耳から聞こえてくる相手の声っていうのをダブルで拾ってカメラに音声を入力する仕組みになります。で、耳から音を拾うっていうのは単純に、今ちょっと見えてるかわからないんですけど、しかもなんかちょっと汚くて申し訳ない。ここにマイクを仕込んでいます。で、あともう一つ、この私が喋る口の前ぐらいにもマイクを仕込んでいて、1個ずつマイクがあります。こういったマイクを使うんですけど、ちなみに私はこのマイクの黒いプラスチックの部分は破壊して中むき出しの状態で貼り付けています。配線はヘルメットのクッションの裏側に通しています。でその線がなので2つ、こんな感じで2つ線が出てくるので、入力する端子を最終1つにしてカメラに入れなくちゃならないので、そういう時にこれを使います。この2つのマイクの端子っていうのを1つにしてカメラに入力していくんですけど、そのカメラっていうのも単にこのステレオのこのジャックははまらないんですよね。なので変換器、マイクの変換器を経由して、ここですね、この ACE Pro 2のここにこういった感じで挿して、で私はこれを首につけて音と映像をこれで収録をしています。2回目俺今日ここ。そうなん？帰りここ通ってきたんや。涼しい。涼しいな。最後に、あと撮影する時に付随するアイテムとして絶対必要になってくるのがこういった三脚ですね。私たちはウランジ&コマン、ちょっと読み方わかんないんですけどのカーボンでできた三脚を選びました。これはなんたって軽いです。なので、バイクでちょっと出かけて撮影をしようっていう時にも持っていこうって思えるサイズです。で、ある程度やっぱり高さも欲しかったので、高さ、見えへん、こんぐらい高いのしときます。これぐらいの高さまで撮影することができます。あとこういった X5 用の三脚もあって、じゃん、こんな感じで簡単に持ち運びもできるし、三脚にもなるし、
っていうようなアクセサリーがあったりするので、皆さんのどういった映像を撮影したいかによって、ゆっくりゆっくり機材は増やしていったらいいんじゃないかなと思います。で、私のこの撮影してきた映像をどう編集しているかっていうと、まずソフトはプレミアプロを使用しています。Adobe の Photoshop だったりだとか、あと Lightroom っていうのを有料会員で使いたかったので、もう一括してクリエイティブクラウドの会員になったら Adobe のプレミアプロがついてきたので、今は使用しているという感じです。じゃあ続いて、その撮影してきたデータをどう編集していくかなんですけど、まず撮影してきたデータはすぐにこういった、カードリーダーを使って SSD にドンとまとめて保管します。で、これを SD カードじゃなくて SSD にまとめてる理由としては、SD カードよりもめっちゃ速いので、動きが SSD を挿したデータでパソコンで編集することができます。一回一回パソコンにデータを移し替えたりとかすることもなく、この情報を編集することができるので、手間が1個省けて便利です。で、私は MacBook の、Pro M1 チップの時だったかなの MacBook Pro を使って編集しています。編集の時のあとはコツというか、私はどうしているかっていうと、音楽がやっぱり大事かなと思ってて、で使ってるのはエピデミックサウンドっていうサブスプリクションサービスを使って音楽を引っ張ってきています。いいなと思った音楽をダウンロードして、月額いくらいくらとかでずっと使い続けることができるので、それは契約しててよかったかなと思います。バイクの映像とか車の映像、キャンプの映像ってやっぱり流れる景色とか、雄大な自然みたいなのと共存できる映像になるので、そういった映像に綺麗な音楽が入っているとすごい私は好きだなと思えるので、音楽選びは大事にするようにしています。あとバイクの元ブログの映像を編集する時の私がやってることなんですけど、一定の画角だけをずっと出し続けると多分飽きられてしまうんですよね。いかに、めちゃくちゃ編集来ればいけると思うんですけど、それもちょっと手間だと思うので、私は前からの映像と私からの映像っていうのをうまいこと切り替えて、動画にちょっと抑揚をつけたり、あとは一眼レフで撮影したちょっと映画風の映像を間に差し込んだりとかそして、なるべく、視聴者の方が途中で飽きないような工夫っていうのが、できてるかわかんないんですけど、そういったことを心がけながら動画編集をしています。はい、以上で私の YouTube の作り方の説明は終わります。いかがでしたでしょうか。思ったより混んでるでしょもともと映像を作るの好きだったっていうのもあって、あと撮影するのもすごく楽しんでできてるので、YouTube はこれからも自分のスタイルを貫いて、なんかかっこいい、なんかおしゃれだけど親しみやすい YouTube で、コンセプトは日曜日の朝8時にゆっくりコーヒーを飲みながら見たくなるような動画っていうのはぶらさずに今後も続けていきたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録、また他の動画のご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。I'm done living life with the lights out.